どうもペロンです。今回は R タイプファイナル2で新たに開発可能になった機体を紹介したいと思います。今回ご紹介する機体はナンバー 53OF5 かぐやですね。OF シリーズの最終機であるかぐやは、これまで開発されたポッドユニット全てを装備可能となっており、かぐや専用のポッドユニットであるグリーンポッドを合わせると4種類のポッドから選ぶことができます。右向きに攻撃方向が固定されているブルーポッド、360度全ての方角を狙うことができるレッドポッド、ポッドユニットの中で最高火力を誇るイエローポッド、そしてかぐや専用に開発されたグリーンポッド、この4種類のポッドから選んで装備できますが、レッドポッドはグリーンポッドの介護官のため実際には3択になると思います。ブルーポッドもグリーンポッドの介護官ではありますが、攻撃方向が固定されているため射撃の性質が大きく異なり、右方向への火力を優先して強化したい場合は十分ありだと思います。ただし左側からの攻撃に弱くなるため、バックファイアを使いこなせる人以外にはあまりおすすめはできないですね。イエローポッドは射撃能力はないものの、ポッドシュートによる攻撃が段違いで強いので、耐久力のあるバイドが複数いる場合はグリーンポッドよりも活躍できますね。ただしセブンウェイバルカンがメイン装備になるかぐやの場合、レーザーによる攻撃の時間が長いため、あまり役に立たない時間が発生しやすいのが大きなデメリットだと思います。耐久力のあるバイドが一度に大量に出てくるシーンは限られているので、それ以外の時にどう戦うかが重要になってきますね。グリーンポッドは進行方向とその逆方向に弾幕を張ることが可能となっており、どのレーザーを使っている場合も一定の成果を上げることができる優秀な装備ですね。意図しないタイミングでレーザーが切り替わってしまっても、グリーンポッドさえあればなんとかなる場合も多いため、こだわりがないならグリーンポッドを使用することをお勧めします。搭載されている OF フォース5は癖が強いですがユニークで強力なフォースとなっており、 OF シリーズの最終機にふさわしいフォースですね。赤のスピードキャノンは機体のスピードレベルによって弾の大きさ、破壊力、数が変化していきます。スピードレベルが上がるにつれて連射速度が上昇する代わりに、一発ごとの破壊力が低下し、スピードレベルが下がって移動速度が遅くなるほど連射速度が低下して弾が大きくなり、一発ごとの破壊力が増加していきます。ただしギャロップフォースのように破壊力が劇的に変化するわけではなく、総合的な破壊力はほとんど変化がないため、無理してスピードレベルを変更して戦う必要はないと思います。それにセブンウェイバルカンに勝てるところも特にないため、残念ながら使う理由もあまりないですね。青のセブンウェイバルカンは7発のエネルギー弾を乱射します。スピードレベルが上がるにつれて発射角度が狭くなり、スピードレベルが下がると上下180度まで攻撃範囲を広げることが可能になります。スピードレベルが4の状態でも十分広い攻撃範囲があり、優れた殲滅能力を持っている装備ですが、一発ごとの破壊力は低いため、ステージ5のような地味に耐久力のあるバイトが多数出てくるステージはあまり相性が良くないですね。至近距離で集中して攻撃を行えば、耐久力のあるバイトも瞬殺できるだけの火力を持っています。他のレーザーはスピードレベルを落とした時に性能が上がりますが、セブンウェイバルカンは機動力を生かして戦えるスピードレベル4が一番扱いやすく、状況によってスピードレベルを落とし攻撃範囲を広げて戦うこともできるため、運用方法はカロンのターミネートガンマプラスとよく似ていますね。非常に優秀なレーザーのため、かぐやを使う場合のメイン装備になると思います。黄色のバリアはフォースから輪っか状のバリアが展開され、物理攻撃だけでなく弱いエネルギー弾も防ぐことができます。速度レベルが上がるにつれて輪っかが小さくなり、スピードレベルが下がって移動速度が遅くなるほどバリアが大きくなります。スピードレベル1の状態以外はほとんど使い物になりませんが、移動速度が極端に遅くなるため使いどころは選ぶ必要がありますね。これがデフォルトなのかバグなのかは分かりませんが、スピードレベル1のバリアを維持したまま違う行動を取る方法が2つ存在していて、1つ目は波動砲のチャージと発射を行っても速度変更さえしなければバリアを展開したまま波動砲を連射することができます。移動速度が遅いままになるため使いどころは多くないですが、シールドフォースも型なしの防御能力を維持したまま一方的に攻撃できる展開に持ち込めるため、位置が固定されていてバリアを貫通できる強い攻撃が飛んでこないボスは絶好のカモですね。2つ目はバリアを展開した後、波動砲のチャージを開始してから速度変更を行うと、スピードレベル1のバリアの状態を保ったままスピードレベル4の状態で移動することが可能になります。スピードレベルを4に変更したまま波動砲を撃ってしまうとバリアが消えてしまいますが、波動砲を撃つ前にスピードレベルを1まで戻せばバリアが消えることはありません。この1つ目と2つ目の特徴を組み合わせれば、バリアを維持したまま高速で移動して波動砲を当てて離脱するというヒットアンダーウェイ戦法も取ることができるため、バリアはプレイヤースキルによって評価の分かれる装備だと思います。
次にフォースを切り離した後の状態についてですが、他の OF シリーズと同じく何の能力もないため、フォースの付け替えの時にポットシュートが発動してしまうことだけ覚えておいてください。ミサイルは爆雷と追尾ミサイルの2種類から選ぶことができますが、バリアを使用する時のことを考えると追尾ミサイルの方がいいと思います。波動砲はスタンダード波動砲が搭載されており、かぐやが持っている装備で唯一遠距離から強力な攻撃を行うことが可能な装備ですね。セブンウェイバルカンは良くも悪くも火力が分散しているため、状況によっては波動砲でその弱点を補ってあげる必要があります。バリアを使用する場合はどっしり腰を据えて守りに入ることで落ち着いて狙いをつけることができるため、貫通力の優れたスタンダード波動砲の破壊力を生かしてバイドを安全に処理することも可能になります。装備構成によって波動砲の使いどころも変わるため、波動砲をメイン火力にする構成を考えるのも面白いかもしれませんね。かぐやは優秀で安定感抜群のグリーンポットだけでなく、高い殲滅能力を持ったセブンウェイバルカンや高い防御力を持つバリアなど、ユニークで優秀な装備が揃った機体となっており、バリア、グリーンポット、バックファイアを同時に使用すれば、物理攻撃に対しては無敵に近い耐性を持つ最強の引きこもりになることもできますね。癖は強いですが、殲滅能力、単体火力、防御力が高いレベルで構成されており、レオ2やカロンには若干劣るもののトップクラスの性能であることは間違いない機体のため、まだ開発していない方は他の OF シリーズの開発も兼ねてかぐやの開発を目指してみてはいかがでしょうか。では最後までご視聴ありがとうございました。またね。